各馬横並び状態。それもそのはず、ファーストステージは比較的短いとはいえ10マイルです。ウルムド・アブドゥルのラクダだ。何？もっと癖を出して走れ。へいやファーストステージも残された距離はあと4マイル。依然トップはジャイロ・ゼペリ。このまま逃げ切ってしまうのか。おっと、ジャイロがコースを大きく外れました。一体何をするつもりなのか。ショートカットだ。この先の雑木林を突っ切れば800ヤードは稼げる。しかし木が邪魔で走れないのでは。賭けね、とても危険な賭け。さあ後続組はどう出るか。これ以上離されるわけにはいかない。1頭いった。さらに6頭7頭が続き。高みを照らしたいな。この道に集い散った夢の残骸を越えて、砂漠のような心まだ燃える明日を着いたぜ。よよよ、先頭は今どの辺りにいるか知ってるかい？分かってるのか。こっちは雑木林突入コースだ。なるほど。だがショートカットは俺にはラッキーコースってさっき証明済みだ。なんだこいつ、目をつぶっているぞ。俺はラッキーガイだ。目をつぶったって木の枝にぶち当たるもんかよ。どうなってるんだ。馬が走れるのはまだしも、目を閉じた上にあの騎乗スタイルで、なんで騎手が武士なんだ。なんだあいつ、なんで目閉じてんだ。何か妙だな、ああいうのはさっさと。雑木林突入から2分、そろそろ抜けてくるか。あ、来ました。ジャイロです。やはりジャイロゼペリが独走状態のまま。いや、もう一頭いる。なんと引きずられているぞ。ゼッケン777、登録名はボコロコ。何？これは意外。引きずられることで枝にぶつからず、馬が自由に走れるようになったか。ラッキーなのはラクマだった。やはり俺は本物のラッキーガイだったぞ。なんだ、あんなのありかよ。ボコロコ現在2位です。正規ルートを取った後続組が見えてきましたが、その差は数百ヤード。この位置なら悪くない。ショートカット成功だ。すごい。
最初のステージから見応え十分。そしてこの先はコース最大の難所だ。高低差約50ヤード、最大で30度の急斜面もある下り坂が2000ヤード続く。 2000？ そのためレールの敷設が難しく、残念ながら列車は迂回する。さあ難関の下り坂を迎えています。言うまでもなくスピードを出しすぎれば馬の足が潰れてしまいます。こらえます、全馬こらえます。ここはどうこらえるか、騎手の腕が大きくものを言う。ゆっくりだ。ここはよ、慎重に。ビビってんのか、50億分の1の男が。誰だ。俺がビビってるだと。迷うことは何もない。恐れる敵などどこにもいない。そうだ、恐れる敵がいないってことは恐れる道もないってことだよな。邪魔だよおじん。ボコロコ出る、抑えきれなかったか。いっけー、ヤオヤオヤオ。なんだ、ただのバカか。落ち着け、惑わされるな。釣られている。なんとか釣られて突っ込んでしまっている。これはひどい。大クラッシュです。悪魔がいるぞこの坂は。大丈夫、そのまま行け。俺たちはラッキーが。ボコロコ転倒。トップはジャイロ。お疲れさん。ボコロコはやはり愚かだった。これは一体何。ボコロコが無事だ。転倒していない。何かに乗っているぞ。すごいスピードだ。こいつ死体だ。牛の死体に乗って滑り降りている。まさか草の中に牛の死体があるなんてよ。おったわけだぜ。ボコロコ抜いた。このふざけた事態は何なんだ。まさか何かの能力か。いや、今はそんなことはどうでもいい。このレースは馬に乗るレースだ。牛の死体に乗り換えちゃいけねえぜ。ほら、あの岩の転がりで牛の滑走を止めてもらうことにするかよ。なんで人がいる。くそ、外れた。信じられません。突然乱入してきたのはゼッケン990サンドバン。まさかのランニングでの参加です。まもなく下り坂が終わります。走行タイムも17分が過ぎている。さあ見えてきたのは最終コーナー。あの岩山を曲がればあとは直線のみ。あとサンドバン、岩山をショートカットです。どういう展開なの。こんなことになってるなんて。あの人人間かしら。未知なるネイティブの力だな。大陸を舞台としたレースにまさにふさわしいと言える。坂を下り終えた後続組も最終コーナーへ向かう。この3800のトップを行くのはボコロコ。おいバリキリー、いつまでもケツ拝んで走ってちゃ絶対に勝てねえよな。逃げっか。出た出た、ジャイロが仕掛けている。だが早すぎないか。このコーナーの先にあるのは2000ヤードの直線だ。何事だこの人数。すごい人の数です。メキシコからの向かい風サンターナが吹く。見捨てられた荒野の終わりの境界にファーストステージのゴールを見ようと何万人もが押しかけています。このレースの勝者はこの世のヒーローになるわ。ここまでよく走ってきた。足もしっかり溜められている。いけ、残り2000のラストスパート。あれ、信じられない。あの選手は
ディオだ。大きく遅れを取ったはずのディオが後続の戦闘集団にいます。このテクニックは風圧シールド走法。この方法で追いついてきたのか。俺にとってこのレース優勝や賞金なんかどうでもいい。だがあの鉄球の謎を聞き出すには彼に俺を認めさせることが必須。あの男ジャイロ・ゼペリを指すのはこのジョニー・ジョースターだ。ここから先はもうテクニックなんて無駄なようだ。残された足だけが勝者の条件となる。こっちは坂道で温存したんだ。勝負はここからだぜ。残り1000ヤードを切ってボコロコ仕掛ける。あーとここでスタンドマンが合流だ。またあいつか。残り500ヤード、後続の危機迫る追い込み。ディオともう一機ゼッケン939ジョニー・ジョースター。ジャイロへ7馬身と迫る。ジャイロもサンドマンに3馬身、サンドマンを追って4機が襲いかかるぞ。後続はジャイロへ3馬身、2馬身、1馬身。並んだ並んだ並んだ、4機が並んだ。ジョニー・ジョースター、たまげたよ。よくここまで追いついてきたな。ところでお前さん、帆船に乗ったことあるか？帆船ってのは向かい風を帆に受けるほど速くなるんだぜ。メキシコからの向かい風ってのは愛馬が走るのを助けるためにあるんだ。初めっからな。ゴール前のものすごい攻防だ。残り100ヤード、誰が1位になるんだ。ジャイロ・ゼペリだ。ジャイロ先頭、ジャイロ先頭。来た来た、抜けてきた。あれは鉄球。鉄球の回転でマントを張り、ベルヌーイの定理で揚力を得る走法。まさに帆船。メキシコからの向かい風。ジャイロ先頭、ジャイロ先頭。ゴールまであと50、30。もう誰も追いつけない。ジャイロ・ゼペリが今1着でファーストステージの栄冠を手にしたのはジャイロ・ゼペリ。スティールボールランのレースリーダー誕生だ。1890年の夏、僕は何かに引き寄せられてここに来た。それは暗闇の中に見える美しいもの、希望という光かもしれない。この物語は僕が歩き出す物語だ。肉体がという意味ではなく、青春から大人という意味で。僕ジョニー・ジョースターが謎に包まれた男ジャイロ・ゼペリと出会ったことで。見ての通りです。殺人が起こったんですよ、スティールさん。何者かがレース中の彼らを殺害した。セカンドステージは総距離約750マイルの長距離レースだ。ジョニー・ジョースター、セカンドステージは砂漠越えだ。過酷になりそうだ。1875年、騎兵隊26名が全滅したことがある。そこは地元の先住民が悪魔の手のひらと呼び恐れる場所だった。そこに俺たちは踏み込んだんだ。容疑者はレース参加者全員。このままだと犠牲者はまだ出ますよ。